忙しい時は自分がもう一人、いやもう二人、いやもっといてほしいなって思ってしまうこともありますね。皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日はですね、リクエストが多かった看護師の一日のお仕事スケジュールについてご紹介したいと思います。看護師のお仕事は主に昼間勤務の日勤と、あと夜の勤務の夜勤の2種類に分かれるので、今日は日勤編をお送りいたします。夜勤編もこれから作る予定なので楽しみにしててくださいね。また病院によって1日のスケジュールっていうのは結構異なるので、気になる病院があったらそこのホームページとかに1日の流れとか書いてあったりするので調べてみてくださいね。ではですね、日勤は8時半から5時っていう勤務を想定してお話ししますね。まず朝8時半に出勤と言いたいところなんですけど、看護師は出勤前に情報収集があります。自分の担当の患者さんの必要な情報を調べます。例えば患者さんに発熱はないかといったバイタルサインの変化だったり、あと点滴などお薬の指示や検査の有無、あと例えば術後の患者さんだと動きが制限されてたりするので、どのぐらい患者さんが動いていいのかということであったり、糖尿病の患者さんであればインスリンの指示はあるかなど、結構いろいろ把握しないといけないことがあるので、それを勤務開始前に調べます。その時間はお給料が出ないので、勤務開始時間に情報収集の時間も入れてほしいななんて思ったりしますね。そして朝8時半、勤務の開始は朝のミーティングから始まります。その日の勤務の看護師が全員集まって市長さんからの業務連絡などを確認しますね。例えばこの日に勉強会がありますというお知らせだったり、この日からこの日までこの先生は学会でいませんとか、そういうみんなで共有しておいた方がいいことをそこで聞く感じです。その後は夜勤さんから申し送りを受けます。例えば夜間の患者さんの状態であったりとか、あとこれから気をつけてみてほしいことなどを夜勤さんから情報を受け取ります。それからいよいよ行動開始です。点滴の準備をしたりとか、患者さんのお昼の薬を確認したり、先生から新しい指示を受け取ったり、例えば手術の患者さんがいたら手術前の準備などをこの時間にささっとやりますね。この時間にやっておくべきことを全部やってしまいます。ここで大事な薬をチェックする時などは必ず2人の看護師でダブルチェックをしたりしますね。そしてだいたい9時ぐらいから患者さんの体を清潔に保つ補正の時間が始まります。患者さんによってはお風呂であったりシャワーが難しい場合もあるので、そういう時は看護師があったかいタオルを使って患者さんの体を拭いたりしますね。これを整式と言います。患者さんの背中にあったかいタオルを乗せた時に、あー気持ちいいとか言ってもらえるとすごくやりがいを感じますね。病棟によっては正式をする患者さんがとても多かったりするので、看護師みんなで協力して正式を行う感じです。その時は体をきれいにすること以外にも、例えば患者さんの体に傷はないかなとか、皮膚の状態はどうかなといった全身状態の観察というのも同時に行っていきますね。そして補正が終わり次第、検温の時間になります。血圧とか体温といったバイタルのチェックだったりとか、あと体に変化はないかなとか、今日の状態はどうかなというのを確認しますね。その時にいつもと違う変化があったら先生にすぐに報告したりしますね。時間帯によっては患者さんのリハビリの時間にかぶったりしてしまうことがあるので、そういう時はそのリハビリの時間に合わせて前後に検温をしたりしますね。朝の検温の時間は患者さんともお話ができる時間で、例えば朝おはようございます、今日の担当はしきですって挨拶した時に、担当がしきさんだと嬉しいとか言ってもらえるとすごく嬉しかったりしますね。そして
検温をしている間とかにも、例えばナースコールが鳴ったりとか、あと先生にその患者さんの指示を変更したよっていうことでピッチに連絡が入ったりとか、そういうふうに結構やることは同時にたくさんあったりします。そうしているうちにあっという間にお昼時間になりますね。お昼の時間はだいたい11時半と12時半に分かれていて、患者さんの予定に合わせて自分がどちらに入ったらいいかなど考えてリーダーさんに報告したりして決まりますね。毎回その日で働いている看護師の中でリーダーっていうのが1人いて、その人にいろいろ何かあったら報告する形になりますね。お昼ご飯はみんなお弁当とかコンビニで持ってきたものを食べたり、あと職員食堂で食べたり、売店で買ったりとかしますね。結構食べてる間もその担当の患者さんのことでピッチに連絡があったりとかするので、病院の外とかでは絶対に食べられないですね。あとその時の状況によってはきっかり休憩の時間だけどお仕事やんなきゃなっていう時もあります。そしてお昼が終わって午後は自分がお昼に行ってる間に何か変化がなかったかなっていうのを他の看護師のスタッフに確認して、あとは午前中に終わらなかったカルテの入力だったり、あと午後にまたいろいろやることがあるのでその準備に入ります。例えば先生の処置に就く場合、処置っていうのは患者さんのベッドサイドとかベッドのところで行われる検査とかも入るんですけど、そういう処置がある場合は医療器具とかその検査に使うものを前もって準備する必要があるので、そういうのを準備したりしますね。だいたい病院にマニュアルがあったりするので、そういうのを見て準備したりとか、あとそういうものがないときは先輩に聞いて持ち物を準備したりします。あと処置に就く場合はそういう準備だけじゃなくて、検査の時に準備したものを渡したりするんですね。それをスムーズに渡すことができるように、その検査の手順とかも頭の中に入れたりしますね。先生によってはもう結構急ぐ先生もいれば、使う時に医療器具の名前を言ってくれたりするので、いずれも検査をスムーズにできるように介助に入りますね。私の場合はその介助をいかにスムーズにできるかっていうのがすごく自分の中であって、なのでうまく渡せた時はよしって思ったりしますね。そして14時くらいからカンファレンスっていうのが行われます。カンファレンスっていうのは患者さんの情報の共有であったり、あと相談などをする時間ですね。患者さんの大事な情報などをみんなで共有します。その日の担当の患者さんっていうのは決まってるんですが、例えばナースコールを対応したりとか、患者さんの状態が変化した場合はもうすぐにみんなで対応しないといけないので、患者さんを対応する上で必要なこと、大切なことをみんなで共有しておく必要がありますね。あと曜日によっては、例えば理学療法士さんが来たりとか、管理栄養士さんが来たりとかして、リハビリカンファレンスとか栄養カンファレンスとか、他の医療スタッフと協力して行うカンファレンスなどもありますね。あと結構このカンファレンスという場で相談とかもしたりします。やっぱり一人だとどうしたらいいんだろうとか、どういう形が一番いいんだろうって迷うことがあるので、そういう場所で相談するといろんな看護スタッフがアドバイスをくれるので、こういう考え方があるんだとか、こういう形が一番かもしれないっていうアイデアが浮かんでくるので、看護って一人だと悩んでしまうことが多いんですが、このように話し合う場があるので一人で悩まなくて大丈夫ですよ。結構そういう話し合いの場とかで認定看護師さんとかの鋭い視点とかに感動することが多いですね。やっぱりそういう先輩見ると本当にかっこいいなって思いますし、自分ももっともっと勉強したいなって思いますね。そしてカンファレンスが終わって、だいたい2時半ぐらいから患者さんのそれぞれのケアに入ります。シャワー浴の介助だったり、あと入院の患者さんの対応であったり、患者さんの検査の付き添いだったり、あと先生の処置の対応であったり、それぞれ担当の患者さんによって異なるので、この時間にやることは結構みんなバラバラですね。そしてあっという間に16時頃になるので、そのあたりからカルテに入力を始めます。
あとカルテの入力の他にも先生の指示がちゃんと入っているかとかも確認しますね。例えば夜の薬の指示などが入ってないと夜勤さんが困ってしまうので、そういう時は先生に指示をお願いしますって連絡するんですね。ただ先生が後でそれ入れとくねって言っておきつつもね、先生もいろいろ忙しいので、あれ入ってないぞっていう時もあるので、先生にもう一回ピッチで連絡して入れてもらったりしますね。そして4時半ぐらいから申し送りになって夜勤さんに伝えたいことを伝える形です。で、勤務終了時間の5時に終わりたいという形なんですけど、なかなかね、緊急入院の患者さんがいらっしゃったりとか、あと患者さんの状態によっては緊急の検査が入ったりとか、ナースコールの対応であったりとか、同時にやらなきゃいけないことがどうしてもあるので、なかなか時間通りに終わるのは難しい時も多いですね。そういう時は自分があと1人、もう2人もっといたらいいなってすごく思ったりしますね。でも本当に同時にしなきゃいけないことがたくさん多い時は優先順位を立てて大切なものからどんどんやっていきますね。でどうしても忙しいってなっちゃう時もあるんですけど、そういう時は他のスタッフが手伝ってくれたりとか、逆に自分が落ち着いてる時は忙しそうなスタッフを手伝ったりとか、そうやってみんなで協力プレーでやっていくお仕事ですね。だいたいいつもこんな感じで一日のお仕事が終わっていきます。大変なことも多いんですけど、患者さんに指揮さんに出会えてよかったとか言ってもらえると、そういう疲れもビュンって飛んでったりするので、私は結構やりがいがあるお仕事なのかなって思ってますね。皆さんはこのお話を聞いて看護師のお仕事どう思いましたか？感想やリクエストをぜひコメント欄に書いてくださいね。それでは今日の動画は以上となります。一日のお仕事夜勤編もこれから作るので待っててくださいね。今日の動画が良かったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 SNS はですね Twitter とインスタと最近 TikTok も始めたのでぜひフォローしてください。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。